こんにちは、ケト旅のケトです。今日は奥渋でコーヒーを極める旅行ってみたいと思います。今回のケト旅スロートラベルでは奥渋にあるこちらのコーヒーショップを巡っていきます。最後は私がどうしても行ってみたかったとっておきのカフェへ行ってきました。もうすぐかな。もうすぐだね、こちらで見えたよ見えたよ。かわいい。ちょうど席空いてるから行ってみようか。そうだね。こんにちは。どうしよう。まず訪れたのはコーヒースープリーム東京。ニュージーランド初のスペシャリティコーヒーが味わえる人気店です。店内にはおしゃれで可愛いオリジナルグッズもたくさん並んでいて、つい手に取りたくなります。私はですね、フラットコーヒーとカフェラテとかに似てるんだけどミルクが少なめですとお兄さんがおすすめしてくれたのでこれにします。飲んでみよ美味しい。すごいちゃんとコーヒーの味する。本当。実はデカフェにしてもらって、で豆乳に変更してもらった。そんなのもできるんだね。そう優しいよね。オーツミルクも選べたから。そうデイリーフリーやってる人。いいねいいね。すごく美味しい。なんかあんまりコーヒー飲まないじゃない我々。そうだねそうだね。でもね、コーヒー飲むんですよっていう風になりたい。単純にコーヒー好きな人ってすごいいっぱいいるじゃない。でワイン好きとか紅茶好きとか、だからハマる人がいるってことは、知らない魅力があるのかなと思って。なるほどね。そう。確かに。だから美味しいコーヒーを飲んで、お気に入りの店を見つけたいっていうのが今日の計画です。いいいですね。最終目標はそのブラックコーヒーをたしなんでますっていう感じ。こうミルで引いてね。でもこのお店さ、1階も可愛いんだけどさ、テラス席あるらしい。そうなの？ちょっと行ってみようか。ね、テラスでかルーフトップ席が。すごい。いいですね。ルーフトップ。ここがさ、聞かないとわかんないね。わかんない。聞いてみてよかった。すごく感じのいいお店だ。いや本当だね。本当。エンジンかかってきた。何のですか？収録として。違う。カフェインの。いや入ってないの。入ってないの。さっきケズさんが飲んでたら入ってないの。バレた。アルコール聞きましたみたいなさ。奥渋って全然どういう街か知らなかったけど。古着屋さんとかなんか洋服屋さんもいくつかあったね。ね。おしゃれ。なんかこう下町っぽい感じもするよね。なんかね。古い街なのかな。そうだね。次に訪れたのはカフェユージュアル。白を基調としたおしゃれな空間で
パレルショップ併設のユニークなお店です。わあ、すごい可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。焼きしますね。はい。ありがとうございます。これ混ぜてから。はい。来ました。まあ、すごい可愛いよ。ね。めっちゃピンク。すごい色。これさ、ここに見えるかな。これストロベリーのドライチップみたいな。よく混ぜてください。おっしゃってました。見たことない色。人生で見たことない色してる。本当だね。あ、でも茶色になったね。うん。すごい美味しそう。あ、どうでしょ美味しい。一旦ブラックコーヒーを飲めるようになりたいっていう目標を掲げたんですけど、言ってたね。ストロベリーラテにしました。さては今日飲まないな。ブラックコーヒー。さては今日飲まないな。ちなみに私はアイスラテです。一番人気っておっしゃってたね。ね、一番人気。美味しい。安定。このお店は、ティラミスラテ。ティラミスケーキあるじゃん。あれを模してるラテも有名みたいで。あ、そうね。甘い系のラテを売りにしてる。そうかもね。そうかも。ダダン。全然ピンが合わない。全然ピンが合わない。近すぎる。マスカラとかでやるやつ。やりたいだけでしょ、それ。それをやりたいだけじゃん。ホットサンドで。ホットサンドで見たことない。胡椒が効いてる。あ、胡椒か。そして中に何か入っている。ホワイトソースだと思うな。グラタンみたいな感じ。とハムと卵とチーズとペッパーの味、ブラックペッパーの味がすごく美味しい。うわ、最高です。うまい。バターも効いてるね。胡椒もうまいわ。じゃあ次3軒目ですね。3軒目。行きましょう。本当に目移りしちゃうぐらいコーヒー屋さんある。本当だ。だってこれもさ、ここのカフェも有名だよね。ここもずっと並んでいるね。ね。お、ここだ。ここだ。森の中って感じ。いいですね。コーヒー好きに大人気のカフェロストロ。この日はテイクアウトメニューだけでしたが、バリスタが好みや気分を聞き取り、豆選びから抽出方法までオーダーメイドで一杯を仕立ててくれるのが特徴です。コーヒーのソフトクリームすっごい美味しい。ほぼブラックのまま。
お、すごいすっきりしてる。あ、本当？美味しい。飲めるぞ。飲めるぞ。美味しいぞ。ブラックコーヒーを飲めるイケてる女子になりたいみたいなこと言ってたけど、ブラック疑惑の状態なので、ちょっとずるしてるかもしれない。そうだよねだいぶミルク味のある見た目になってきちゃいました。いいねいいねいいね。私はねアメリカンのビター、濃いです濃いです。喉持ってかれちゃってんじゃん。濃いです。美味しい美味しい美味しいです。ビターで言ってました。俺飲めますんでっていう顔で言ってましたね。喉の弁がゴンって閉まりました。おしゃれな。今日はさ、ほら出発前にさ、どう転んだっておしゃれな会になるはずっていう目測で来たじゃん。いやそうだよ。そうだよ。おしゃれななんかこう昼下がりの Vlog でも撮りに行きましょうかそうでしょ。というところで。今日喉の弁の弁がこうなっちゃった話して。ダメだね。やめなさい。ダメだね。ダメだ。しゃれた BGM でも載せようと思ったんだけど、ちょっとそれやってみるね今。的なことやろうと思ったんだけど、喉の弁の話。さあということで3軒回ってきたのでどうでしたか？締めようとしてますけど、うん。もう一軒あります。え？予約してます。そうなの？いや聞いてないよ。3軒だったよね。こそこそしてたでしょさっき。あ、してた。予約しておきました。あ、そういうこと。あ、なんかスマホ開いてんなと思ったんだよ。最後にうん。ピグニックしようかなと。聞いたこと。いや今日曇ってるしさ。ピグニックカフェ行きたいと思います。あ、そういうこと。あ、そういうこと。うわあ、ピグニックって豚？ビグニックです。ビグニック。ビグニックです。もうどういう状態？もうピグニックしてる毛糸の上でピグニックしてる。そういう感じ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。めちゃくちゃ可愛いじゃない。めちゃくちゃ可愛いじゃん。可愛いね。うわー可愛いです。うわー、フレディ君とカール君。カール君です。カール君です。うわー、尻尾ポイントにしてる。ピグニックカフェは全席個室のマイクロ豚カフェ。専属のピックちゃんと他のお客さんを気にせず触れ合いを楽しめます。店内は洞窟のような曲線デザインの癒しの空間で、ピックちゃんが喜ぶ野菜のおやつや服の汚れを防止するエプロンも用意されています。尻にポイントにしてんだよね。あ、尻尾全開ですね。これご機嫌なのかな？どうなんだろう。ね。ワンちゃんだとね、ご機嫌だけど、そうだよね。猫だと不機嫌だから。そうだよね。ややこしいよね。ありがとうございます。ピックちゃんのおやつなんですが、はい、指でつまんであげてしまうと指構えてしまいますので、はい、こう地面に置いて地面に置いて、はい、はいわかりました。ありがとうございます。おやつ食べたいね。鼻汁めっちゃ出たね、おやつみたいなね。鼻汁めっちゃ。よだれじゃないんだね。鼻なんだね。あ、あげる。仲良く審査員仲良く。人参食べたいね。かわいいね。人参がおやつです。かわいいね。あ、取り合わない。あ、
完全にカールと思った8対2でカールは食べてる。あちあちいくよ。はいフレさん、はいフレさん。あーフレ分取られた。ちょっとその平等分配がね。翻弄されてます。翻弄されてますね。あらら、カール。頑張れ。フレで頑張れ。寝てます。あ、急におとなしくなった。おやつタイム終わって眠たくなったね。食べたらね。とにかく2人は寄り添いたいんだね。仲良しなんだね。仲良しですね。どうですか、念願のピグニックは。いや想像以上、こうなんか遠くからちょっと眺めるみたいな感じかなって思ってたので、こんな懐に入ってきてくれると思わなかった。今ゼロ距離です。うんもう母性もくすぐられまくってるじゃない。産んだかなって一瞬思ったこのことやつ。あ、フレディが寝ました。いいね。なんかいいね。Thanks for watching. Which spot caught your eye? Let me know in the comments. And don't forget to subscribe for more adventures.